はい、皆さん、こんにちは。急ですけど、重大発表があります。なんと、直樹、YouTube を始めて7年目、初めてのイベント、ライブを開催することが決定しました。ただね、ちょっと詳細がまだ言えなくて、その告知、先行販売をね、オンラインサロンの方でするので、絶対にね、それをチェックしたいっていう方は、ぜひ、まずはそちらをチェックしてみてください。その後、一般販売向けにも告知しますね。ちょっと本当とんでもないイベントにする予定なので、その詳細楽しみにしてください。この前宇宙人住職高野上泉さんからめちゃくちゃ面白い話を聞いて、彼ってね、独自で UFO とか宇宙人研究してるじゃないですか。そこで、ブラックナイト衛星の話になったんですよ。宇宙を浮遊している黒くて細長い謎の物体。一説では1万3000年前から存在しているとされる物体。早くで言うと、1900年ぐらいからニコラ・テスラがね、ある人工的な電波を受信したと公表したんですね。そこから人類が、何か地球の周り浮遊してるんじゃねって思うようになったんです。1963年にはゴードン・クーパー宇宙飛行士がマーキュリー空母で地球を21周している途中、緑輝く物体を目撃したと証言したんです。そんな彼は引退してからもインタビューでは数百の UFO を目撃したと証言しているんです。そしたら1998年についにスペースシャトルエンデーバーがなんと撮影に成功してしまったんです。それがこちら、ブラックナイト衛星。未確認飛行物体として世間を賑わしたんですけど、残念ながらこの物体は STS-88 計画という宇宙ステーション建設ミッション中になんとミスで多層断熱材が浮遊してしまって、それだと説明されたんですね。実際にミッション中にブランケットが飛んでいってしまったという記録が残っていると、その後軌道を外れて燃え尽きたと説明されたんですけど、これ本当に多層断熱材ですか？そこで今回高野上泉さんがブラックナイト衛星の極秘ミッションについて教えてくれたんです。彼はある宇宙飛行士に会って実際に話を聞いたんですね。すいません、これね、宇宙飛行士の名前も聞いているんですけど、その方ね、実際に今も生きている方なので迷惑がかかっちゃあれなので一応伏せておきますね。ただ本当に信頼できる人物です。なんと彼らはね、極秘にこのブラックナイト衛星の回収計画をしていたそうなんです。はい、彼らこの物体が何か分からず、実際にね、それを回収しようとしていたんですね。その時の至近距離の写真があるんです。実際にはその写真がパソコンに写ってて、それをね、高野さんがカメラで撮影したものになります。こちらです。どうでしょう、完全に左右対称に見えますよね。これが本当に断熱材なのか。どうやらね、この計画は古代から浮遊している物体を回収する計画の一部だったそうなんです。解体して回収しようとしたけど、特殊な素材でできているのか、解体することができず回収できなかったそうなんですね。これぞ都市伝説ですよ、皆さん。なんとね、僕たちがね、知らないところでこの未知の技術がね、大パーツ的なものがこの地球上には存在してて、それをね、彼らは回収しているそうなんですよ。で、ブラックナイト衛星もその一つだと、めちゃくちゃロマンがある。信じるか信じないか、私ら的な話ですよね、これこそまさに。皆さん最近、世界で最も狙われていた人物が解放されたのを知ってます？その名もジュリアン・アサンジ。アメリカ政府に最も嫌われ狙われたこの男、ジュリアン・アサンジは何者なのか。アサンジはハッカーとして優秀だったので、2006年に世界中の人々と協力して内部告発サイト、ウィキリークスを立ち上げたんですね。誰でも投稿することができる告発サイト、えぐいよね。ウィキリークス聞いたことある人、さすがにね、そこそこいますよね。そこで2010年にとんでもないね、投稿がされたんです。チェルシー・マニング米陸軍上等兵が軍の情報にアクセスして、アメリカ軍の犯罪を目撃してしまったんです。その内容というのがこちらの映像になります。ちょっとショッキングです。イラク郊外のニューバグダッドで飛行する米軍のヘリコプターから撮影されているんですけど、どうやらね、数十人の男たちが戦場付近で歩いているのが目撃されているんですね。そこで AK-47 と RPG を武装していることを確認した米兵は攻撃開始。ただ問題が発生。 AK-47 かと思われていたこの持ち物はただのカメラだったんです。そう、彼らはロイター通信のカメラマンとアシスタントだったんです。反政府勢力と民間人をね、勘違いして彼ら全員をね、皆殺しにしてしまったんですね。要は戦争ってこういうものなんですよ。戦争犯罪的なことがね、めちゃくちゃ多い。それがね、隠されていたんですけど、このウィキリークスによって公開されてしまったんですね、世界に。それによってアサンジの名前が世界に広がった。何を
物なんだこいつ、ウィキリークスやばくねと。するとスウェーデン当局がアサンジを4件の性的強姦容疑で逮捕状が発行されるんです。この本当か嘘かようわからないようでしょ。なので彼はロンドンのエクアドル大使館に立てこもり、なんと7年間ここで過ごすことになるんです。たまに大衆に向けてスピーチをしたり、スケボーをしたり、運動をしたり、ただ最終的にはイギリス警察に引き渡され、スパイ容疑で逮捕。そんな彼が先月解放されたんです。なんと12年間ですよ、拘束されていたの。ちょっとスノーデンを思い出させるでしょう。彼はね、今後何を語るのか、今後に期待ですね。今日の本題ですけど、皆さん神様がいるとしたら、右利きなのか、左利きなのかって考えたことあります？まあそんなもん両利きだろうと思うかもしれないけど、もしかしたら神様はね、左利きなのかもしれないです。今回は佐藤光郎さんの対談で聞いた話をベースに、そして彼の書籍、礼儀を参考にして、なぜ神様が左利きなのかを見ていきたいと思います。それによってね、もしかしたら人類の起源が判明するかもしれません。目の前に道が分かれているとします。みんなはね、左か右、どちらに進みたいですか？まあ、なるほどね。やはりロングが現代でも人気なんですね。メモじゃなくてね、全く同じ風景が分かれていたら、みんなはどちらに進みますか？これみんなの答え聞かなくても分かるんですけどね、答えは左ですよね。なんと2択の 50% なのにもかかわらず、75% の人が左を選択するんです。よくね、森の中で迷ってしまうのは、木が目の前にあったら大体みんな左を選択しちゃうから、最終的にくるくる無限ループしてね、森から出られないっていう話もありますよね。陸上も左回りになっています。実は昔ね、右回りの陸上もあったんですよ。ただね、左と右両方試した結果、シンプルに結果が良かったのが左回りだったそうです。野球もね、ベースを左に回っていきますもんね。なぜなのか。シンプルに考えてね、9割の人間が右利きなんですよ。軸を左足に置いて、右足で地面を強く蹴る方が力が出るからっていう説もあります。これはね、あくまで説なんですけど、それで言うと、スーパーやコンビニの多くが動線をね、左回りに回るように配置してるって話聞いたことあります？これ実は右手でそのクロスしてね、物がね、取りやすくなるから売り上げがアップするっていう結果も出ているそうなんですよ。これも説なんですけど、ただこれをね、逆手にとって逆にしている現場もあるんです。お化け屋敷は右回りになるように設計されていることが多いそうなんです。なぜかというと、人間の脳は左脳と右脳で役割が分かれていて、論理的なね、働きをするのが左脳、直感や感覚を司っている部分が右脳ですよね。このようにね、クロスをして処理しているので、直感的に左から来たものに対しては、その空間把握能力、直感力があるから、危機管理ができるという意味で、左から来るもの、位置しているものには自然と安心感を抱き、逆に右から来るものに対しては、その直感力は弱まっているから、警戒心がより強まっていて、お化け屋敷は右回りに設計された方が怖い感覚が得られるというんです。となるとね、みんな分かり思うことは一緒ですよね。気になるあの子、あの人を落としたい。そうなった時、そうなんです。皆さんがね、左にね、位置していた方がいいということになるんです。保証はないけどね。まずは身だしなみ整えようね。よくわからんけど、なんか左の方がちょっと優位な気はしてきましたよね。学習院大学が2年前に発表したんですけども、微生物は最近は集団になったら必ず左回転する。右には回れないっていうのを最近発表していて、顕微鏡で見たら必ず左巻きの渦ができる。そう。絶対に左巻きの渦ができるんです。なんとこの左か右っていうお話、もしかしたら素粒子レベルでそうなのかもしれないです。地球上の全ての生命にはタンパク質が必要で、それはアミノ酸からできているんですけど、このアミノ酸には人間と同じように右利き D、左利き L が存在しているんですね。この2つは両手と同じように同じ方向で重ねることができず、鏡に映った自分のように共造異性体と呼ばれることがあるんですけど、右と左手だけで性質は全く同じなので、その実験室でアミノ酸を作るときにね、平等にね、その2つが生成されるんですけど、なんとこれアミノ酸、僕たちの体の中ではね、ある奇跡が起こっているんです。なぜか僕たちの体で作られるアミノ酸は左型のアミノ酸しか生成されないんです。これは僕たちに限らず地球上の生命みんなです。この謎未だに解明されていないんです。しかも左か右、意外と重要っぽくて、人類がこれに最初に気づいたのがサリドマイド薬害っていうのが起こったんですけども、その当時右回転でも左回転でも持ってるアミノ酸で炭素の数だとか水素の数全部一緒なんですよ。た
ただ巻き方が違うだけ。どっち使っても一緒だよねって人類思ってたから、サリドマイドのこの薬剤の時に実験して作った薬を出してみたら、結局奇形児がいっぱい生まれてしまう。その時に初めて L 体だの D 体だのっていうの重要だなって人類が初めて知ったんです。その時1950年代、サリドマイドという催眠鎮静薬が販売されたんですけど、サリドマイドには同じく左利きと右利きの2つが存在しているんです。なんと当時、妊婦さんがうつや不安を解消するためにサリドマイド薬で睡眠を落ち着かせていたら、左利きのサリドマイドのみが胎児の危険を誘発させることが発覚してしまったんです。しかもみんな味の素の成分表見たことあります？ L グルタミン酸って書いてあるんですけど、L ってことは左ですよね。D は右なので、これね、全く同じ成分なのに、L グルタミン酸の方が僕たち人間は美味しいって感じて、D グルタミン酸は苦いって感じるそうなんです。左と右だけでそんなに違うんすよね。政治もそうだしね。そこで科学者が思ったんです。生命の体内には左のアミノ酸しか生成されない。もしかしたらこれをヒントに人類の起源がわかるかもしれない。人類誕生で言われている一つの説が化学進化説といって、原始地球の海の中で生命が誕生する確率は腕時計をネジ単位までバラバラに分解して箱の中にポッて入れて適当に振り混ぜて腕時計が完成する程度の確率っていうね、全然ピンとこないけど、確かに不可能ですねっていう確率なんですけど、そこでもう一つの説がパンスペルミアス説。生命の体内に左アミノ酸しかないということをヒントに、宇宙ではね、不思議な現象が起きているんです。ボナーの仮説によると、宇宙で浮遊している隕石や水星のアミノ酸は均等なんですけど、中性子星という星が出す特殊な円光体光を浴びると、なぜか L 体か D 体どちらかが破壊されるっていう現象が起きるんですね。実際に1969年オーストラリアに落ちたマーチンソン隕石を調べてみると、 L 体が左が D 体よりも右よりも多かったとなると、46億年前宇宙で浮遊していた隕石が円光体やらの影響を受け、 L 体優位なアミノ酸が生存し地球に降り立った。その原始地球の海のスープの中で数億年かけ、生命が奇跡的に誕生し、様々な生き物が環境によって発展していき、宇宙人が猿を遺伝子操作して僕らが誕生した。人間の染色体は22対と1対の性染色体、他の類人猿は全部24なんですね。そうですよね。どうして少ないんですか？なんで少ないんですか？もし染色体がチンパンジーが来たとしても、どっかで一つが合体したわけですよ、それが見つかったんですよ。第7染色体だったか第2染色体だったかどっちかがくっついてるんです、染色体には必ず複製した時に失敗しますから、切り離すテロメアっていうのがあるんですよ、ありますよね。切り落として全部調整するっていう。あれがどんどん短くなっちゃうと寿命がね、短くなっちゃうと細胞が複製できなくなるとから計算すると、実は人間の細胞っていうのはだいたい120歳で終わるよね。ところがですね、その後テロメレースっていうのが見つかるんです。テロメアを伸ばす遺伝子が見つかったんです。ということは、そのテロメレースを活性化すると、人間の細胞って無限に伸びちゃうってことですか？何これってなってきちゃいますよね。染色体が合体する時っていうのはどうやって調整取るかすっごく難しいわけです。お互いの遺伝子どこで発現するか、普通合体したやつは大体絶滅する場合が多いわけ。人間は生きてるわけ。なぜ合体したかが分かったら、真ん中にテロメレースが見つかった。普通は両端でないといけないじゃないですか、見つかっちゃったから、チンパンジーからこっちに来たっていうのは、あれおかしいね。人工的にくっつけて調整してない限り、人類はチンパンジーから進化することはできない。奇跡ってことですよね。だからそれ奇跡ってありえない。ありえない。ということは人工的に作られたと考えるのが結論だろうという論文を書かせたんです。すごいの書かせてますね。もちろんこれは一つの仮説なんですけど、ちょっと最後にね、これスピリチュアル的な話につなげていきますね。佐藤光郎さんはこう言うんですよ。ペットボトルとかネジ、閉めるときってみんなどっちに回します？右ですよね。右に閉めるよね。で、左にすると開く、緩みますよね、ネジが。この法則が結構いろんなところに活用されてると言ってて、なぜか物事は右回転だと強まる、何かを生み出す。左回りだと緩む、何かを打ち消すっていう法則があるというんです。なぜか人間は左回りだと緊張が緩む、逆に右回りだと緊張感が増すっていう法則があるんです。右回転は締める、左回転は緩めるだから、これとかも緩める時って、これ僕今左回転そうですよね。これを僕実験してみたんですよ。コーヒーをスプーンで7回かき混ぜてもらうんですけども、最初に左回転にコーヒーをかき混ぜてください、それを飲むと、そしたらですね、緩まってるので甘く感じるんですよ。同じコーヒーを右回転にすると今度苦くなる。ちょっとみんなやってみて、これ。直木マンションのやつやったらめっちゃすごい。で、僕昔、本当ですか？本当です。僕これ3万人で実験したんです。3万人？じゃあ俺100万人で実験してみ
やってみて、本当にやってほしい。みんなもこれ実際にやったら結果コメント欄に書いていってください。正直僕は分かったような、分からなかったような、はっきりとは分からなかったかもしれないけど、分かるっていう人もかなり本当に多いそうなんですよ。この法則を世の中を構成する元素のルールに当てはめていきます。中国の思想で五行思想っていうのがありますよね。万物はこれらの要素から成り立っているって言うんですけど、先ほどの右回りを生み出す法則を当てはめてみると、火が集まると燃える火ができる。火が集まると灰になり土ができる。土が集まると金ができる。金属がね、土から産出されるので、金属は冷えると結露して水ができます。水が生まれる場所には木が生えるとね、このようにこの地球上大自然は右回りの法則で何かを生み出しているというんですね。では逆に左回りでは何が起きるのか。そう、打ち消す力が発生されるんです。木が集まると水が枯れ出す。水が集まると金属が錆びる。金属が集まると土が痩せる。土が集まると火が消える。火が集まると木を燃やすと、このようにね、その手前のものを打ち消してしまうんです。ここにマズローの欲求5段階を当てはめてみます。するとこのように面白いことが見えてくるんです。木は動けないから周囲をコントロールしたいと思う。木はもっともっと燃えて目立ちたいと思う。目立ちすぎると炎上するから注意だけど、土はより安定した場所を探したい。金属は誰かに見つけられて役に立ちたい。水は自らを増やそうともっと求める。しかしこれらの性質はね、全てね、みんな気づいたかもしれないけど、自分がもうすでに持っているものですよね。不思議と人間も自然もすでに自らが持っているものをもっともっともっと欲しがるというんです。要はないものねだりですよね。なぜこういったことが起きてしまうのか。外ばかり見てしまっているからなんです。この絵のように周りばっかを見て見失っている。最終的に答えは全部自分の中にあるということに気づいていないんです。自分の持っているものを育めばいいだけだということに気づくと人生が豊かになるかもしれない。はい。確かにそうかもしれないですよね。ちょっとしたこれね、左回りの法則、右回りの法則がまさかのね、人生のヒントにつながるっていう意外な発見ですよね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。